1877年、日本最大の内戦が起きた。政府軍と戦ったのは外国勢力でも旧幕府勢力でもなかった。戦った相手はかつて明治政府を自らの手で作り上げたその本人だった。その名は西郷隆盛。江戸城を無血開城に導き、廃藩置県を成功させたあの英雄だ。なぜ明治維新最大の功労者が自ら作った政府に牙を向いたのか。今日はその西南戦争の謎に迫っていく。前回の動画で見た通り、明治政府は廃藩置県や徴兵令など矢継ぎ早の改革で日本を作り変えていった。その改革を先頭に立って進めていたのが大久保利通と、そして西郷隆盛だった。二人は共に薩摩出身、幕末から生死を共にしてきた盟友だった。しかしこの二人はあるたった一つの外交論争をきっかけに決定的にたもとを分かつことになる。今回は西南戦争を3つの謎で解き明かしていく。第一の謎、西漢論政編。なぜ西郷はたった一つの外交論争で政府を去ったのか。第二の謎、士学校という受け皿。なぜ西郷の周りに不満を抱えた士族たちが集まっていったのか。第三の謎、決起と西郷。なぜ西郷は圧倒的不利を承知で挙兵し、そしてなぜ賊軍となった今もなお英雄であり続けているのか。順番に見ていこう。まず第一の謎、西漢論政編について。1873年、日本は隣国朝鮮との国交交渉で行き詰まっていた。朝鮮側は新政府からの国書を無礼だとして受け取りを拒否し続けていたのだ。政府内ではこの状況にどう対応するかで意見が割れた。西郷隆盛が提案したのは自分自身が使節として朝鮮に渡るという案だった。もし自分が殺されればそれを名目に出兵すればいい。西郷は自らの名誉を交渉の担保に差し出そうとしたのだ。この使節派遣は一度は閣議で決定された。しかしそこに大きな壁が立ちはだかった。欧米を視察していた岩倉使節団がちょうど帰国したのだ。大久保利通、木戸孝允、そして岩倉具視は欧米の圧倒的な国力を目の当たりにしてきたばかりだった。彼らの結論はこうだった。今の日本に外政を行う余力などない。まずは国内の充実が先だ。大久保は岩倉に働きかけ、天皇の裁可という形で一度決定した西郷の使節派遣を覆させた。盟友だったはずの大久保に決定を覆されたのだ。西郷はこれに抗議し、参議の職を辞して政府を去った。板垣退助、後藤象二郎、江藤新平、副島種夫ら西郷に同調した参議たちも次々と政府を去っていった。明治政府を揺るがしたこの一連の事件は明治6年の政変と呼ばれている。西郷は多くの部下を引き連れ、故郷鹿児島へと帰っていった。続いて第二の謎、士学校という受け皿について。鹿児島に戻った西郷は1874年士学校を設立した。表向きは行き場を失った士族の指定のための学校だった。しかし実態は軍事教練と官学を中心とした事実上の私兵組織だった。前回までの動画で見た通り、蟄禄処分や配当令によって全国の士族たちは特権と誇りを次々と奪われていた。佐賀の乱、新風連の乱、萩の乱。各地の不満は反乱として吹き出しては政府軍に鎮圧されていた。行き場を失った不平士族たちにとって鹿児島の士学校は最後の希望に移った。西郷先生のもとへ行けば何かが変わるかもしれない。そう考えた士族たちが続々と鹿児島に集まってきたのだ。士学校の規模は瞬く間に拡大し、鹿児島県内のあちこちに分校が作られた。さらに鹿児島県令、
大谷松名義も私学校派に同調的で、県政の実権すら事実上私学校側が握るようになっていった。鹿児島はまるで政府から独立した王国のような状態になりつつあったのだ。政府にとってこれは看過できない事態だった。西郷という英雄のもとに武装した士族たちの不満が静かにしかし確実に積み重なっていったのだ。そして第三の謎、決起と西郷について。1877年1月、政府は鹿児島にある陸軍の火薬庫の弾薬を密かに大阪へ移そうとした。不穏な動きを警戒してのことだった。しかしこれを察知したし学校の生徒たちは激怒し、火薬庫を襲撃、弾薬を奪い取ってしまう。さらに追い打ちをかける出来事が起きた。政府が送り込んでいた密偵が捕らえられ、取り調べの中で西郷暗殺の密命を受けていたと自白したのだ。真偽は今も議論が分かれるが、この一方は私学校の若者たちの怒りに火をつけた。西郷はこの時、狩猟のため鹿児島を離れていたと伝えられている。戻った西郷を待っていたのは、もはや誰にも止められない、暴走寸前の若者たちの姿だった。西郷は静かにこう言ったとされている。もう、この身を差し出すしかあるまい。1877年2月、西郷は数万の兵を率いて鹿児島を出発した。表向きの名目は政府に尋問したき筋これあり、政府への直接の抗議行動だった。こうして日本最後にして最大の内戦、西南戦争の幕が切って落とされた。西郷軍はまず熊本城を包囲した。しかし熊本城は堅牢で、守る谷勘定率いる政府軍守備隊は圧倒的な兵力差にもかかわらず落城を許さなかった。攻めあぐねる西郷軍と援軍に駆けつけた政府軍は熊本近郊で激突する。田原坂の戦いだ。わずか数キロの丘陵地帯をめぐり、17日間にわたる死闘が繰り広げられた。西郷軍は伝統の白兵戦、抜刀突撃で果敢に戦った。しかし政府軍には電信による情報網と鉄道汽船による補給網という決定的な強みがあった。平坦で勝る政府軍は次第に西郷軍を圧倒していく。田原坂を突破された西郷軍はじりじりと南へ後退を余儀なくされた。各地を転戦しながら兵力は次第に失われていった。そして1877年9月、西郷軍はついに故郷鹿児島の城山に追い詰められる。残った兵はわずか数百人。政府軍数万に完全に包囲されていた。9月に14日、政府軍の総攻撃が始まった。西郷は銃弾を受け、もはやこれまでと悟ると、介錯役を任せていた側近別府新助に声をかけた。新どん、もうここらでよか。介錯を受け、西郷隆盛は51年の生涯を閉じた。明治維新最大の功労者は、自らが作った政府に反旗を翻し、そして賊軍としてこの世を去ったのだ。改めて整理してみよう。西郷隆盛はなぜ明治政府に反旗を翻したのか。第一の謎、政官論政編は、外交方針の対立から始まった盟友大久保と志道との決定的な決裂だった。第二の謎、私学校という受け皿は特権を奪われた士族たちの不満が西郷のもとに集まり続けた結果だった。第三の謎、決起と西郷は暴走する若者たちを止めきれなかった西郷が自らその責任を背負う決断をした結末だった。西南戦争は日本最後の内戦であり、同時に武士の時代そのものの終焉でもあった。面白いのは、この戦いの後、西郷が賊軍の将でありながら、なぜか国民から愛され続けたことだ。1889年、明治政府は西郷の名誉を回復し、その罪を正式に許した。今も東京上野公園には、犬を連れた西郷隆盛の銅像が立っている。
勝者ではなく敗者でありながら、彼はこの国で最も愛された英雄の一人になったのだ。今日のまとめをしておこう。生還論政変での対立、私学校に集まっていった士族たちの不満、そして止められなかった若者たちの暴走。この3つが重なり合い、明治政府最大の功労者は最大の反逆者になった。西郷隆盛の決断をあなたはどう評価するだろうか。愚かな決起だったのか、それとも避けられない宿命だったのか。ぜひコメントで教えてほしい。前回の動画もまだご覧になっていない方は、ぜひチェックしてみてほしい。次回は日清戦争に迫る。西南戦争からわずか17年後、日本はなぜアジアの大国、清に勝つことができたのか、その真相を解説していく。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。